皆さんこんにちは、みのりんです。今日はじゃん、ハンドスピナーを作ってみました。でもこれただのハンドスピナーじゃないんです。実際に消しゴムとして使えるハンドスピナーです。学校に持って行っても友達に自慢できると思うので、ぜひ作ってみてください。それでは早速始めてみましょう。まず粘土の消しゴムとベアリングを用意します。粘土の消しゴムをハンドスピナーの形にしていきたいと思います。何色がいいですかね。まずは白で作っていきたいと思います。粘土の消しゴムを少しずつちぎっていって手で柔らかくしていきます。ここが一番時間かかります。では早送りどうぞ。ちなみにやけどしたところはだいぶ治ってきました。ただすごい硬くて細かい作業するのが難しいんですよね。はい、練り終わりました。ほんのちょっと取っといて、これは後で使います。でこれを早速ハンドスピナーの形にしていきます。ちょっと三角の形に広げていって平らになるように広げていきます。ちょっとハンドスピナーが大きかったので小さいハンドスピナーを使っていきます。私はハンドスピナーを粘土に当ててなぞっていきました。真ん中の部分をくり抜いてベアリングを設置していきます。余分な粘土は取り除いてハンドスピナーの形にしていきます。はい、こんな感じになりました。さっき取っておいた粘土をちょっと取って平べったくしていきます。ベアリングの部分が見えなくなるくらいの大きさで大丈夫です。これで全パーツができました。白だけだとちょっと味気ないので、もう一つ色がついたものを作っていきたいと思います。青と赤のマーブル状のものを作ってみたいなと思ったので、ちょっとこんな感じで作ってみたんですけども、あんまり綺麗じゃなかったかもしれないです。皆さんもぜひ好きな色で作ってみてください。はい、ではこれをお湯の中で10分ほど茹でたいと思います。いってらっしゃい。はい、こんな感じで茹で上がりました。お湯から出すときはやけどに気をつけてください。最初はすごく熱いので数分間置いておいてください。次は接着剤を使ってベアリングと消しゴムをつけていきます。回る。このままでも全然大丈夫なんですけども、このベアリングが見えてしまうのでこれを隠したいなと思ったんですよね。なので割り箸を用意しました。ベアリングに入るくらいの割り箸です。はい、これくらいの大きさに切りました。そしたらこうやって中に通してこことここで塗りつけます。これが乾くまで待ちたいと思います。はい、ということで消しゴムハンドスピナーの完成です。ちょっと試してみますね。せーの。はい、ではこちら消しゴムなので実際に消せるか試していきたいと思います。ちゃんと消せますね。実際に使うときは削る場所も考えながら使っていくといい感じに使えていけると思います。実際に遊べる消しゴムなので皆さんもぜひ作ってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、よろしければチャンネル登録ボタンを押した後のベルマークを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。